大和の国に春をもたらす旅。幸いここまで何事もなく来ていますが、用心に越したことはありません。伊予の地では夏の大公社様の離宮に滞在させていただくことになりました。夏のこの国に4人しかいない大公社同士、積もる話もあるかもしれません。楽しみにしていましょう。それに式長の連中の監視も他の季節の目があれば多少は和らぐだろう。ひなぎく様のお心を乱す者は遠ざける。里の連中も賊による襲撃も二度とひなぎく様を失わないために、我々の時間を取り戻すために。夏の大公社様、お友達なれるかな。まだ通り風が時折肌を刺す朝に雪解けたまぶたの暗闇を抜け、今何か見える。響かせた答えは知れず、思い出の中笑いかける。あの日のあなたも同じ。それは行き場もなくただ風にな花いさえ春を咲き涙に花びらを今さら広い窓取り果てたまま過ぎ去れば、また気は巡り遠く晴れた。それに紛れる思いだけが共にかすれず、その声が春を告げる。学校に行けば友達と遊んで、幸せな家族がいて、大好きなお姉ちゃんがいる。当たり前に続くと思ってた。全てが変わってしまった。どうして私なの。さくら、うさぎがいる。ウサギがいますね、ひなぎく様。子犬と子猫もいる。けしからん組み合わせです。鳥もリスも。ここは楽園です、ひなぎく様。後で写真を撮りましょう。癒しをください、私に。動物がお嫌いでなくてよかったです。改めまして夏の護衛官葉桜あやめと申します。よろしければ他の春の護衛の方々のお部屋も用意しましょうか。不要です。距離をとって同行させていますので。お疲れでしょうからゆっくりおくつろぎください。さくら、素敵なお部屋だね。喜んでいただけてよかったです。ご好意感謝いたします。ありがとうございます、葉桜さん。かよう様、どうか私のことはあやめとお呼びください。夏の大公社も葉桜の姓を名乗っておりますのでややこしいのです。すみません、ご説明しておりませんでした。あやめ様と夏の大公社様はご姉妹なのです。姉妹ってひなげくさくらと姉妹じゃないけど、でも姉妹みたいだからおさらい。自分とオンニが姉妹だなんて恐れ多い。仲良しだしいいこと思って嫌だよね。ごめんね。そんな嫌なわけありません。時には友人として姉妹としてあなたの守り刀としていっつも苦楽を共にしたいと思っています。本本当です。噂には聞いておりましたが、お二人は本当に仲睦まじいのですね。いえ。
うちはわがままな妹が主ですから少し羨ましいです。わがまま？ええ、それはもう。よければ夏の大公主様にもご挨拶できればと思ったのですが。あの子は今伏せているので、またタイミングを見て。人懐っこい子ばかりなので、まとわりついてきたらぜひ抱いてやってください。生き物たくさん。どうしてですか？夏の大公社は生き物と対話し重複する生命刺激の能力を授かっていますから。夏の大公社だったらよかった。動物と話せるのは楽しいでしょうが、夏は夏で苦労しますよ。餌代や管理費もバカにならないくらい予算も少なくて。まだ誰もできれば経費は極力大公社の被服に割きたいですもんね。ですよね。大公社の装いは従者の腕の見せ所。和装って大変じゃありませんか？和装は魔境ですね。しかし見てください、この贅を尽くした愛らしさ。やりくりの苦労などこのためならば素晴らしいです。私もこだわりたいところなんですが、うちの大公社は様子を好むので。まあ経費は抑えられているんですが。あのね、ひなぎくん、お着物じゃなくてもスーツ。何を言ってるんですか、ひなぎく様。海王様、様相もお似合いになられると思いますが、絶対和装の方が良いと思います。そうなの？絶対です。絶対です。イオでの権限ご苦労様でした。儀式続きでお疲れでしょう。今お茶菓子を用意しますね。私も手伝います。ひなぎく様、お部屋で待っていてくださいますか？では海王様、失礼します。うささん、こんにちは。ひなぎくと申します。もしかして夏の大公社様でしょうか？何かひなぎくにご用でしょうか？ひなぎくのしゃべり方変だからかな。私ルリです。夏の大公社のルリ。ひなぎくです。姉は私のこと何か言ってましたか？お嫁さん具合悪いから伏せてるって言ってました。それだけ？他には何も言ってなかった？はい。やっぱりお姉ちゃんは私のことどうでもいいんだ。そんなこと。私に何も言わずに春の大公社様のお迎え行っちゃうし。でも具合が。悪くないもん。元気。でもムカつくから出ない。
困らせるために出ない。だって私の方が苦しいのに。夏の大公社様、意地悪って言うんじゃなくて、ひなぎくんもね。ルリ、ひなぎく様、探していました。ごめん。ルリ、出てきて謝りなさい。大丈夫です。早く出てきて。都合が悪くなったら逃げるのはやめなさい。あやめさん、ちょっと挨拶をしただけです。本当です。あやめ様、主は怪我もしておりませんし大丈夫です。取り乱してしまい申し訳ありません。あまりにも自分勝手な振る舞いに腹が立って。気にしないでください。先日は言えずにいたのですが、ルリはもう3ヶ月ああして部屋にこもって出てこないんです。いわばストライキ中です。ストライキですか？私、結婚するので従者を辞めるんです。それに対して妹が機嫌を損ねて。さくら、結婚する予定ある？ありません。自分の願いは一生ひなぎく様のおそばにはめることです。予定も願望もございません。もしいてちょうお兄様に言われても。は？なんであいつが出てくるんですか？さくら、怖い。だって小さい頃、さくらいてちょお兄様のこと10年も前の感情です。もうゴミ箱行き、廃棄処理場通過、焼却済みです。そうなの？そうです。そんな、せっかく。ひなぎく様、ひなぎく様。ごめんね、さくら。大事なくてよかったです。海王様のお加減はいかがですか？やはり少し熱が。連日の春権限でお疲れになったのでしょう。無理もありません。幸いここは神通力を高める霊脈の流れる土地です。定州に立たれるまでゆっくりご静養なさってください。ありがとうございます。あ、それとクリアの使用許可がいただけたのでお粥を作ってまいります。お休みになっていてください。おかゆ、卵入ってるやつがいいって言ったらわがまま。お熱があってもなくてもさくらにはどんどんわがままをおっしゃってください。大歓迎です。姫高様、あやめ様。申し訳ありません。こんな格好で。ああ、いえ、どうぞお気遣いなく。何か？いえ、姫高様は料理ができるのだなと。おかゆですよ。誰でも作れます。お恥ずかしい話ですが、私作ったことがないんです。今まで全て周りの方々がやってくれていたので。ダメですよね、結婚するのに夫が風邪をひいた時のためにおかゆぐらい作れないと。一緒にやってみますか？あとは待つだけです。ひなぎく様のご希望で今回は最後に卵を入れますが、夏の大公社様のお話伺っても？お恥ずかしい限りです。主にストライキされるなんて。いえ、妹は小さい頃から私を自分の所有物だと思っているところがあって、結婚して従者を辞めるのを姉を他人に取られたように感じているんです。あなたは私のものなのにと。しかしよくお許しになりましたね、里が。
夏には特有のしきたりがありますので。夏の代行者は幼少期を家族に、年頃になればつがいとなる者に終生支えさせる。私の結婚がなくても護衛官はいずれ瑠璃の夫となる者に引き継ぐことになったでしょう。では夏の代行者様もご結婚を？見合いをし婚約も済んでおります。瑠璃も憎からず思っている相手ではあるのですが、瑠璃も分かってはいるんです。それぞれの結婚が互いの幸せであることも、もうどうにも引き返せないことも分かっていても許せない。すみません、つい余計なことまで。春の方々にはこんな悩みはありませんよね。うちもストライキされたことがあるんです。誘拐から戻られたひなぎく様はずっと部屋にこもられていて、今回の復帰まで2年かかりました。賊に誘拐されずっと監禁されていたのでしょう。お心を病まれるのも当然かと。春の里は早々に捜索を打ち切ってひなぎく様が死ぬのを待っていたんです。代行者は死んだ瞬間、我々四季の一族の中から代わりの者が選ばれる。神々によって。まさか。そうです。ひなぎく様が死ねば自動的に新しい代行者が誕生する。だから見捨てた。死ぬのを待つ方が探すより楽で確実だったから。裏を返せばいつまでたっても新たな代行者が選ばれないことがひなぎく様がまだ生きている証でもあった。なのに里のやつらは。ひなぎく様は全てをご存知でした。私が再会した時には季節の権限どころか生きることすらも拒絶なさっていた。みんな私に死んで欲しかったでしょ。だから死んであげるって言ってるのに。けれどそれも無理からぬこと。神だなんだともてはやされ散々こき使われ、言う通りにしなければ欠陥品だと文句を言われ、必要なくなれば殺され処分交換される。そんな世界に季節を回すための部品のような扱いをされたら。ある代行者は自分たちのことを家畜だと言っていました。何の自由もなく飼われているだけだと。よくわかる気がします。四季の代行者なんてなりたくてなったわけじゃないのに。学校にも行けない、友達を作ることも遊ぶことも当たり前の普通のことができなくて、何もかも勝手に決められて、嫌だっていうことすら許されなくて息が詰まりそう。それでもやってるのに、頑張ってるのに、なのに妬まれて恨まれて文句言われて、もっとこうしろああしろって殺されそうになって。季節の権限なんて好きでやってるわけじゃない。本当はどうでもいい。私が夏を呼ぶのはあやめのためだけ。すみません、妹がよくそう言っていて。あやめ様、夏の代行者様はただダダをこねていらっしゃるだけなのでしょうか。それはどういうことでしょう。今おっしゃっていましたよね。瑠璃様が夏を呼ぶのはあやめ様、あなたのためだと。代行者は心で季節を権限する。夏の代行者様にとってあやめ様は他の何にも代え難い心の支えなのではないかと。この残酷でままならない世界に季節をもたらし巡らせる、そんな奇跡を可能にするほどの。だから好いた相手が他にいようが、あなたがいなくなることが辛くて耐えられなくて、その苦しみをただのわがままだと捉えてしまうと、いつまで経っても解決しないのではないでしょうか。ありがとうございます。
姫高様のように大校舎を理解してくださる方がいるのだと思うと少し気が楽になりました。いえ、すみません。まだ夏の大校舎様ご本人にお目にかかってもいないのに、分かったような口を。いえ、必要な言葉でした。多分ずっとそう言ってほしかったんです。ルリ夏を見せて。たとえもう何もかも変えられないとしても、ルリの夏が見たいわ。好きでいることを許してほしかった。ルリがくれる夏が好きよ。大好きだから。いえ、何でもありません。お熱下がりましたね。そうか。指揮長の連中からの知らせはないが。さくら。大丈夫です、ひなぎく様。さくらが絶対にお守りします。下に降りて他の者と合流しましょう。発見しました。確保します。まばたき二つ、あなたにはなれないまま生きて、出会う春の日が